の名言集。ENHYPENの歴史と魅力が凝縮。エンジンはメモ必須です。今回は、歌もダンスも超一流、顔面偏差値も抜群の7人が送る、心に刻まれる言葉の数々をご紹介します。まず天然最年長、ヒスンの名言からご紹介。信じた通りに口に出せば、考えも変わり、大変なことも克服できる。ヒスンはもともとトゥモローバイトギャザーのメンバー候補として知られていましたが、最終的にはデビューメンバーに入ることができず、一度掴みかけた切符を失ってしまいました。しかし夢を諦めずサバイバル番組アイランドに参加。みんなのエースとして参加者も番組も引っ張り、ENHYPENとして念願のデビュー。表舞台の裏でヒスンが直面した数々の困難は想像を絶するものがあったはずです。そんなヒスンが語るこの言葉、困難に立ち向かうことを恐れず、その経験を声に出すことが重要だ、というヒスンの積極的な姿勢が現在の成功へとつながったのですね。エモいです。2つ目は、ちょっと斜め上からの名言。服は着るためにある。ENHYPENヒスンのシンプルな服装選びに隠された魅力。メンバーに、いつも同じ服だね、とからかわれた時、ヒスンは、これが僕のスタイル、と返しました。その自然体な姿勢がヒスンの自信と個性を象徴しています。ステージ上では華やかな衣装で輝くヒスンですが、プライベートではシンプルで心地よい服を選ぶことで、本当の自分を大切にしているんですね。3つ目は、ヒスンがデビュー時に言った名言。人は言葉にした通りになるな、と信じている。まさに1つ目に紹介した名言を体現する言葉。目標を声に出して実現する有言実行がモットーなヒスン。困難を乗り越えるヒスンの決意。言葉にすることでさらに強くなるその心。かっこよすぎます。ヒスンの名言。最後はエンジンに放った一言。絶対に忘れてはならない一番の宝。キャースキー。エンジンに対してヒスンがこの言葉を選ぶのには深い理由があります。サバイバル番組を勝ち抜き視聴者の支持で夢のデビューを果たしたヒスン。その経験がファンへの無限の愛と感謝を育んだといいます。忘れてはならない、と繰り返すヒスンの言葉には、初心を守る強い決意が感じられます。ヒスンの誠実さが、エンジンとの絆をさらに強固なものにしていますね。お次のメンバーはワイルドボーイで黒歴史メーカーの J。一体どんな名言を残しているのでしょうか。一瞬一瞬、自分自身を証明しなければならない。一度夢中になると、食べること、シャワーを浴びること、寝ること以外は、その一つに没頭する J。そんな J が大切にしているのは、今何が最も必要かを見極め、それに全力を注ぐこと。この徹底した姿勢がファンからの熱い支持を集める理由です。情熱と努力を見ていると私たちも何かに全力で取り組みたくなりますね。少し違う角度からご紹介。こちらは J が BTS 先輩からいただいたアドバイス。自分自身をもっと愛して自信を持ってほしい。これから大変なことがあるかもしれないけれど、そこで克服したことが今後成長するにおいての原動力になる。一番になりたいという熱い思いが強い J。この男気と人間らしさが J の魅力。楽しい時も辛い時も変わらず努力を続ける J。その情熱が連鎖してメンバーもエンジンも熱くさせます。続いては彗星のごとくオーストラリアから飛び出してきたジェイクの名言を紹介します。オーストラリアでたくさんのことを諦めて思い切ってきました。練習生って一瞬で消えるかもしれない不確かな道で、両親も僕もかなり心配した。周りから練習生生活は大変だと言われても、ただ夢に向かう過程くらいにしか思わなかった、と話すジェイク。オーストラリアから韓国に渡り、アイドルの夢を追いかけた練習生の道。不確かな未来に家族も心配する中、ジェイクはただ一つの夢に全てをかけました。その勇気と決断がファンにとってはまさに尊敬の的。K-POP 界で輝くジェイクの姿は、夢を追う全ての人に勇気を与えます。失敗してもいいから楽しむことが大事。ENHYPENのステージは、楽しみながらパーフェクトを追求。ステージを楽しむことで失敗を減らせる、という哲学が、ファンも一緒にノリノリで盛り上がる理由。毎回、その熱量とエネルギーが感じられるパフォーマンスは、見る者を魅了します。次は元エリートアスリート、氷の王子様、ソンフンの名言を見てみましょう。乗り越えられたから今の僕がいる。ソンフンはもともと将来を期待されていたフィギュアスケーターでした。
実力もさることながらこの美女です。バズりまくってなんとヒスンも SNS で知っていたほど。しかしアイドルになることを夢にて大きく方向転換。サバイバル番組の間も自分の選択が間違っていなかったことを証明すると語っていました。まさに様々な障壁を乗り越えて今のソンフンがいる。この言葉の重みやばい。ソンフンは他にも以前は普段から自分をとても卑下していたけれど、周りの人たちにそうやって卑下する代わりにただずうずうしい言葉をたくさん言ってやれって言われて、その時から生まれたメンタル管理法だ。僕はかっこいい。何でもできる。僕にできないことはない。そんな言葉を自分に言ってあげると自信がちょっとつく。と自身のメンタルコントロール方法について語っています。かつては消極的で人見知りだったソンフンも練習生としての経験を経てメンタル管理法をマスターし、今や多くのファンを虜にするトップアイドルに。ソンフンの変化はまさに努力と成長の象徴ですね。次は甘いけど冷たい不思議な魅力を放つソヌの名言がこちら。めげてしまったらこれまでの時間が無駄になるのはもったいない。アイランドでは練習期間が短い時に参加し、他の参加者から遅れをとっていることに焦るのに加え、もともと体が強くないソヌ。しかしソヌをひときわ輝かせるもの、それは感情豊かな表情。ソヌは幼少期から歌手になる夢を抱き、セブンティーン先輩のパフォーマンスをするときは表情の表現も重要というアドバイスがソヌの心に刺さりました。サバイバル番組を経て世界が注目するトップアイドルになったソヌのパフォーマンスは、その表情管理能力の高さが魅力。表情一つ一つに感情があふれついつい視線を奪われます。次は危険な子猫ちゃん、リーダージョンウォンの名言。問題があるところには解決策も必ずある。ジョンウォンはエンハイフンの中では2期の次に年下、マンネラインのメンバーがリーダーをするグループは珍しいです。なぜジョンウォンがリーダーなのか。これがまたいい話で、ジョンウォンはヒスンからリーダーを託されたんですよね。ヒスンの考えによると、最年長の自分がリーダーまでしてしまったら、他のメンバーが意見を言いづらくなってしまうかもしれないからといい、ある日ジョンウォンにリーダーをやってくれないかとお願いしたそう。こうしてリーダーになったジョンウォン。常に問題解決を目指すジョンウォンの哲学。問題があるところには解決策も必ずある。ジョンウォンの成長とリーダーシップ、その一歩一歩がグループをさらに前へと進めているのです。最後はスーパーダンサーで日本の誇り、マンネの2期の名言をご紹介。僕が夢を見つけたあのステージから見た客席の光が本当に綺麗だったことを思い出す。幼少期からの熱心なトレーニングと情熱で見事デビューを果たし、グループ内で唯一の日本人メンバーとしても言語の壁を乗り越えた2期。今では流暢なコミュニケーションといたずら好きな末っ子の魅力でファンを虜にしています。2期の成長物語は夢を追うすべての若者にとって刺激になるはず。2期の次のステップから目が離せません。ダンスの天才、2期がエンハイフンの輝く星として見せる。いかがでしたでしょうか。エンハイフンはまさに努力の化身。ダンスも歌も全てにおいてトップクラスの実力を誇るエンハイフン。その献身的な努力が全世界のファンから愛され続ける理由です。最後にエンハイフンの革新が詰まっているファンプロデューサーの言葉をご紹介。自らが幸せなミュージシャン、みんな一緒に幸せなアーティストのエンハイフンになってほしい。仲間を愛しファンを愛し、そして自分を愛する努力と情熱のアイドル、エンハイフンの今後が楽しみです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。